我々のもとにメールに添付して送られてきた一つの投稿映像。メールの文面には投稿者の大学生である恋人が失踪前にメールで送ってきた映像のことで相談があると書かれていた。その内容に興味を持った我々は投稿者の女性に連絡し、直接会って詳しい話を聞かせてもらうことになった。付き合っている彼がいて、大学生のっていうんですけど、はい、彼文化人類学を学んでるんですけど、その土地の文化とか歴史とかを研究してて、今まで週に2回は必ず会ってたんですけど、大学の卒論が忙しいとかで急に会えなくなって、で連絡もくれなくなって、で先月の末ぐらいに久しぶりに連絡があって、でその研究の記録用にデジカメを貸してほしいって言われて、でその時もなんかこうキョロキョロした感じで、まだついてくるとかこうブツブツ独り言を言ってたりとかで、なんか怯えている感じだったんですね。はい、でそこから連絡が全く途絶えてしまって、で学校にも行ってないことが分かって、で学校から彼の親御さんに連絡が行ったみたいで、彼のアパート見に行ったんですけど、で彼いなくて、で私が貸したデジカメもなかったみたいで、今回投稿した映像はその彼が撮った映像なんですけど、彼民族学研究っていうゼミに所属していて、はい、でそのゼミの取材旅行、なんかどっかの山の山間部をなんか研究して取材するみたいな旅行に行ってたんですけど、でその時に撮った映像で、はい、そこで泊まったペンションで撮った映像なんですけど、でその内容が薄暗い部屋を撮影してて、したら女の人の人影が映っていて、はい、で電気をつけたら誰もいない。でまた電気を消したらその人影がさっきよりも近づいていて、今思うとその映像を撮ったその旅行、ゼミの取材旅行から帰ってきたあたりから彼の様子がおかしかったかなって思って。郡司さんの恋人である田丸さんが行ったという民族学研究ゼミの取材旅行、そして宿泊先のペンションで撮影した映像に映っていたという不気味な女の姿。この映像と田丸さんが失踪したことに関係はあるのだろうか。その後取材班は数日にわたり田丸さんが所属していた民族学研究ゼミの関係者を中心に調査を行った。その結果、いくつかの不可解な情報を入手することができた。はい、まず投稿映像に映ってた旅行に一緒に行かれてた方のお名前っていうのが分かったんですけど、さん以外に行ってた学生の方が、女性の方がさん、それと男性の方がさん、で学生さんはさん含めてこの3名で、あとは、准教授の先生が一緒に行ってたらしいんですけど、一緒に行ってた学生さんについてちょっと河野くんが気になる話を聞いたみたいで、さんっていう女性の方、一緒に行った2人の女性の方の方なんですけど、ゼミの何人かから聞いた話だと、先月の終わりぐらいに交通事故に遭ったらしくて、今入院してるらしいです。交通事故？はい。話だと、両足切断ぐらいの怪我を足に負ったらしくて。それ相当大怪我だったよね。そうですね。なのであまり話を聞けるような状態ではなくて、実際にさんの家族とも連絡はつかないんですけど。そうなんだ。はい。で、あともう一人のさん、男性の方の方は、もう亡くなってるらしくて。亡くなってる？そうなんですよ。それもさんが事故に遭ったのと同じ時期で。どういうこと？亡くなってるって？それが心不全
らしいんですけど、結構唐突なことだったらしくて、でゼミのメンバーの何人かも詳細を知らないんですよね。その実際にどういう風に亡くなったかっていう、心不全っていうことしか聞かされてなくて。そのご家族の方からはそういうふうに、はい、公表してるっていうことなのかな。そうですね、聞いた話だと。全く分かんないな、心不全って。実際に何があって皆さんが亡くなったのかっていうことを詳細知ってる人は見つからないんですよね。田丸さんとの調査旅行に同行したメンバーのうち、篠宮さんが交通事故で入院し、今中さんが心不全で亡くなったという。短期間に起きたこの2つの不幸はとても偶然とは思えないのだが、その後我々が調査を継続した結果、田丸さんが所属していた民族学研究ゼミのメンバーである立石由香さんから興味深い話を聞かせていただけることになった。自分たち3人が調査旅行に行ったのは、准教授、ゼミの主催で准教授と共に4人での山村に旅行に行ったそうです。その山村の具体的な場所って分かりますか？詳しい場所はわからないんですけど、君から木箱を無断で持ってきたと。木箱、中身が動物の手が入っていて、君曰く呪術的な道具に使うと。呪術的っていうのは占いとかってことですかね？そうだと思います。それはどこから持ってきたんですかね？旅行先で管理してる人がいなかったらしく、先生が持ってってもいいんじゃないか指示を出して持ってきた。無断で持ってきたんですか？今までも調査に行って遺跡とかから無断で持ってきたりしていました。それって窃盗とかに当たったりするんじゃないですか？結構犯罪的だと思うんですけど。その木箱って今どこにあるんですか？多分先生が持ってるんじゃないかなと思う。最近体調不良で大学を休んでいて、休む前から誰もいないのに後ろを振り返ったりとか、挙動不審な行動が多々ありました。さんもそういう急に後ろ振り向いたり何かついてくるっていうような発言をしていたって聞いたんですけど、それって准教授と同じような感じですかね？僕に関しては会ってないのでちょっとわからないですね。最近ゼミの教室が空き巣にあって荒らされたっていうのを聞きました。そのゼミっていうのはさんたちさんも所属しているゼミの教室ですか？はい、ちょっと私は休んでいたので詳しいことまではちょっとわからないんですけど、何が盗まれたかとかって分かります？まあ聞いた話だと何も取られてないというのを聞きました。田丸さんが取材旅行先から無断で持ってきたという呪術道具らしきものの入った木箱、そして旅行を引率していた安藤さんと田丸さんとの2人に共通する後ろを振り返るなどの何かにつきまとわれているかのような言動は何を示しているのだろうか。我々は立石さんから聞いた木箱について確認するため、投稿者の郡司さんに連絡を取ってみることにした。ちょっと詳細を知りたいことがありましてお電話させていただきました。はい。なんだって？郡司さんの話によりますと、2ヶ月前の旅行先から帰ってきた時に、さんの家に旅行先の土地から見つかった資料とか調査物が、持って帰ってあったみたいで、その中にですねさんが言っていた木箱と思われるようなものもあったみたいで、
はい、家に木箱を持って帰ってきてんだ。そうですね。さんはい。さんが郡司さんに言うには、ゼミの准教授一緒にいていたさんからこう預かってほしいと言われてたみたいで、ちょっと一時的に預かっていたそうです。どうやらその箱をその土地から無断で持ってきてたみたいで、准教授の指示だったみたいで、もしその木箱を見つけて持ってきたら、成績を良くしたりこう単位を上げたりしているみたいです。その後我々は田丸さんたちが所属していた民族学研究ゼミの主催者である安藤さんに電話をしてみることにした。さんの民族学研究ゼミのさんについてちょっと調べているんですけど、さんがちょっと行方不明になってしまいまして、2ヶ月前ぐらいのさんのゼミの県への取材旅行が何か関係してるんじゃないかと思って電話したんですけど、もしもし、切られちゃいました。切られた？なんか言ってた？いや、何もちょっと答えてくれなくて、話すことはないって言ってましたね。って言って切ったの？はい。いや、なんかやましいことあんのかっていう感じがするよね、その言い方って。そうですね。じゃあちょっと他の方法を探さないとな。はい。それではここで田丸さんが取材旅行で宿泊したペンションで撮影したという映像をご覧いただこう。隣がしかし古いな。じゃあそういう調子そうです。そういう調子でこっちが今ね。違う今。お分かりいただけたと思う。田丸さんたちがペンションに到着し、荷物をキッチンや寝室に置いた後、田丸さんが寝室から電気の消えている別の部屋にカメラを向けた時、薄暗い奥の部屋の座卓前に女の人影とおぼしき者が座っている。しかし不審に思った田丸さんが電気をつけると人影は消えている。さらに彼が再び電気を消すと、目の前の部屋に座っている女の姿。田丸さんが驚いて再び電気をつけるが人影は消えている。こ
まさか田丸さんの失踪は映像に映る女が原因であるのだろうか。さらに同行していた今中さん、篠宮さんの身に起きたトラブルにも関係しているとでも言うのだろうか。